こんにちは。見る洋裁のけいこです。今回は袖のデザインの作り方をお伝えします。袖の形は大きく分けて3種類。ラフな形、気軽に着られるシャツスリーブ。形すっきり、腕をかっこよく見せるセットインスリーブ。腕を動かしやすいラグランスリーブ。様々なタイプがありますが、今回は最も基本的なセットインスリーブを使っていろいろなデザインを作っていきます。まずは袖の原型から確認してみましょう。原型はこのような形です。ネックポイントとショルダーポイントをつないだ肩線がそのまま続くようにして袖の中心線があります。中心線といっても型紙上では前側に少しずれているのが特徴です。こちらが前袖、こちらが後ろ袖です。袖幅線は二の腕ほどの高さで中心線と垂直に交わります。袖山線は身ごろのアームホールと縫い合わせるところです。肘の高さにあるのが肘線です。腕にフィットさせたい時には肘に向かってダーツを入れます。袖の先端に位置するのが袖口線です。前後の袖下線を縫い合わせることで筒状の形になります。それでは実際に布で作ったものを見てみましょう。原型の仲間として腕にフィットしたタイトスリーブも見ておきましょう。型紙はこんな形。原型と並べると違いが分かりやすいですね。特徴は袖口に向かって幅が細くなっている、肘にダーツがあるというところです。袖口はかなり細くなっていますね。腕を自然に下ろすと肘は少し曲がっているので、この辺に余りが出ます。ここを畳むと腕にフィットさせることができます。この余りを畳んでフィットさせるという考え方はバストやウエストのダーツと同じです。ここからはデザインのお話です。今回はデザインを2つのタイプに分けてみました。ひらひら、フレアを生かしたデザイン。ふんわり、ギャザーで膨らみを持たせたデザイン。1つ目のひらひらはフレアスリーブです。中心線、そして前袖、後ろ袖の中央を切り開きます。袖山と裾を滑らかに引き直します。半袖フレアは肘線を基準に好きな長さを決めます。2つ目のひらひらはレイヤードスリーブです。丈の違うフレアスリーブを重ねるとレイヤードスリーブになります。
1つ目のふんわりはパフスリーブです。パフスリーブは膨らみの分だけ丈が短くなるので、少し長めにしておく必要があります。カフスの太さはつけたい位置の腕周りを測って決めるといいですね。フレアスリーブと同様に広げて、カフスでキュッと縮めるとパフスリーブになります。2つ目のふんわりはビショップスリーブです。肘のあたりを削っておくことで膨らみを強調できます。前がすっきりしていて後ろにボリュームがあるとかっこいいので、丈の長さや切り開く分量を調整します。袖下線を合わせて裾を滑らかに引き直します。3つ目のふんわりは袖山にギャザーがあるデザインです。左右を切り開き、中央でギャザーの分量を切り離します。袖山の中心から均等にギャザーを入れます。カフスをつけずに途中で絞るとフリルみたいに可愛らしくなります。最後は袖山だけにボリュームを持たせたデザインです。袖山をタック分だけ開きながら、ついでに袖口を細くしました。袖山をギャザーにしてもいいですね。ここからは一風変わった袖を見ていきましょう。その前にちょっと気分転換。これを知ると袖の見方が変わる大切なポイントをお伝えします。皆さん、袖で一番大事なのはどこだと思いますか？実はここ、袖山です。袖山は袖の角度を決める重要なポイントです。ここで袖の角度と袖山の形の変化を見てみましょう。袖幅線から下はただの長方形なので消しておきます。袖のつく角度が上向きになっていくにつれて、袖山は低く、袖幅は広くなっていくのがわかります。逆に角度を下げていくと、袖山は高く、袖幅は狭くなっていくのがわかります。袖をいっぱいまで下げたら、肩がはみ出してしまいました。もちろん実際の洋服で肩がはみ出すことはありませんが、窮屈なのでゆとりを持たせる必要があるということですね。実際のジャケットを例に確認してみましょう。既製品のジャケットですね。セットインスリーブの最高峰はやっぱりテーラーのジャケットの袖ですね。前、ショルダーポイント、後ろとゆとりがきれいに入っています。ぐし縫いをして
前と後ろがいい塩梅でゆとりが入るように形を作って身ごろにつけていくんですけれども、特に腕は前に動かすので後ろのゆとりが多めに入っています。テーラージャケットの袖がセットインスリーブの中で一番綺麗なゆとりの入り方をしています。もし身近にテーラージャケットをお持ちでしたら、ぜひ袖の付き方を見てみてください。ここからは面白いデザインをご紹介します。一つ目はマムルークスリーブです。ギャザーの分量を足して何箇所か好きなところで絞ります。2つ目はジュリエットスリーブです。肘下はタイトスリーブの型紙を使います。パフの分だけ丈を追加して後ろにたくさんボリュームを持たせました。肘ダーツを畳んで角を少しなだらかに引き直します。袖下線を合わせて裾がまっすぐになるように引き直します。ちょっと実寸で作ってみました。左は前後のボリュームを均等にしたもの、右は後ろにボリュームを持たせたもので一般的です。パフの開き方でこのように印象が変わります。皆さんはどちらが好きですか？私はエレガントな感じがしてこっちが好きです。次は着物の袖の形をそのままつけてみました。袖山やゆとりなど細かい話も随分お伝えしてきましたが、こんな風に自由に作ってみても面白いですよ。次は半円です。サーキュラースカートのように生地をたっぷり使ってゴージャスにしてみました。最後は三角です。四角いスカーフを斜め半分に切ってこんな風につけてもいいんです。今回は袖のデザインについてお伝えしました。袖は身ごろにつけて初めて完結するので、お伝えしたいことは他にもたくさんありますが、今回は袖のデザインに着目してお伝えしました。腕にも洋服を着せてあげるつもりでデザインしてみると楽しいですよ。普段何気なく着ている洋服の袖にも目を向けるきっかけになれば幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。